です。こんにちは、ポテトです。今日データぶつけやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、爆速スチェスニーのスピード測定、はい、やっていきたいなと思います。今回ね、スピードスターズ来てますからね、今回はシチスニーについてやっていきたいなと思います。かつてないスピードになってますよねということで、コメントでもですね、ちょっと測定してほしい、検証してほしいというところですね。だったのでリクエストもありがとうございますということで、通常ね、プラス20ぐらいされてるんですよね。なので、そうなると飛び出しめちゃめちゃ速いんかなみたいなね。っていうか、どれぐらい速いんだろうみたいな。その上でさらにスピードに振る必要あんのかみたいなところですよね。で、瞬発に関しては上がってないので、瞬発との関係も知れたらラッキーかなと思います。はい、検証方法ですね。検証方法は飛び出し指示をしてね、走行を測定していきたいなと思います。1秒間60コマですね。矢印が出た瞬間から測定して、最初の芝までの時間とか、あとは動き出しの時間とか、相手のところまでの芝生の時間とかを測っていきたいなと思います。という感じでいろんな角度で見ていきたいなと思います。実際の試合中は飛び出す距離は長くてもこれくらいなんで、これぐらいでやっていきたいなと思います。使っていく選手はシチェスニーの通常のシチェスニーとやっていきます。瞬発攻撃パ能力がね、一応合わせている状態になっています。まずは60のシチェスニーから見ていきましょう。何本かだけでやっていきたいんですけど、はい、見ていただきました。ですね、記録についてまばらなね、感じ、ばらつきが見られたよねっていうところですかね。ここに関してはですね、ちょっといろいろあるんですけど、動き出しがね、遅い時があったんですよね。これについてはまたちょっとね、後でやりたいなと思います。一旦次行きましょう。80にした状態ですね。これ交換してやっていきます。これボールに触った瞬間というよりは、その前の芝生のところに入った瞬間でゴールになってますね。はい、見ていただきました。結果こんな感じ。はい、ということでですね、分かりやすく違い出てきましたよね。で、ただね、今回はこれだけではちょっと終わらないんですよね。せっかくなんで、スピードマックスにしたらどんな違いがあるのか、これ気になりませんか？これちょっと見てきました。まずはですね、スピードに全振りした状態ですよね。で、そこに加えて、監督を10ハフにしました。そうするとね、97まで上がるんですよね。おそらくゴールキーパーで一番速いんじゃないかなと思いますね。これでやっていきたいなと思います。スピード97相当速いですけど、はい、見ていただきました。結果こんな感じ。おかしいね。だいぶおかしいね。出ましたね、こういうの。面白くなってきましたね。ちょっとね、これはね、いろいろあるかなと思うんですけど、一旦ですね、最初の芝生までの時間ちょっと見てみましょうか。この最初の芝生のここまでですね。はいはいはい。これを見ていきたいなと思います。1.20。これが80になると、はい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 。1.20。これ97の時に、なるほど。はいはいはい。ということでですね、スピードが高くても動き出し自体にはね、ある程度ランダム性がある感じがしました。瞬発はね、関係してくることは関係してくると思うんですけど、今回はね、差がないので、そうなるとですね、これね、詳しくよく見ると分かるんですけど、この矢印がね、一回横に出てから前に出ることがあるんですけど、横に出るとね、結構遅くなることが分かりましたね。特に97の時は多かったな、それが。たまたまだと思うんですけど。で、なので次はですね、この芝生の後から測ってみたいなと思います。この芝生過ぎた後ですね。
はい、見ていただきました。ということでこうなります。だいたい目安の記録出してるんですけど、さっきの記録と合わせるとこんな感じで、要はですね、これランダム要素ここでは入ってたわけですよね。ここでは差が出なかったけど、ランダム要素をなくした排除した場合は分かりやすく差が出ましたよね。でちょっと詳しく見ていくとですね、スピード20上げて10コマ程度上がったと。でこっちに関しては17上げて5コマ程度上昇していたよということですね。なので数値が高すぎるとですね、そこまで変化しないのかもしれないっていうところまでは分かりましたね。はい、というところで一旦今日は結論です。シチェスニーのスピードはわざわざ上げるほどでもないとします。はい、ということでね、いろいろ見ていきましたけども、タレントポイントの話にはなってくるんですけど、そもそもこの差で十分かなって感じですかね。基本はですね、ゴールキーパー能力に振ってあげてください。もちろんね、スピードが高いに越したことはないよ。越したことはないけども、わざわざここから振る必要なくないって感じですかね。約10コマの差なんですけど、具体的に言うとですね、こんぐらいの差ですね。はい。ということで、大股1歩分ぐらいの差ではあるんですよね。これ人によって、スタイルによって変わってくるかなと思うんですけど、差が変わってくるかなと思うんですけど、ここにですね、さらにポイント振って、上がっても5とかしか上がんないって考えたら、その数値も、ポイント振るのはもったいないかなと思います。でもう一つ分かったことありますよね。今回加速についてもちょっと分かったことがあります。シチェスニの速度をグラフにするとこんな感じで、この平行線になってるところが60、80の最高速で、この斜めのところは加速中のね部分だと思ってください。そうするとですね、実際ねスピード数値上げると最高速が上がる、ここまではいいんですけど、この加速の部分ですよね、この斜めの加速の部分は同じだったということですね。当たり前といえばもちろん当たり前なんですけど、どういう違うかと、こういう可能性があったわけですよね。最高速上げると加速も上がるっていう可能性があったわけですね。でもただこうはならないよということですね。こうならないよということが今回分かりましたよって感じなので、加速を上げるためには瞬発、ディフェンス戦もね関係してくるけど必要があるよということでした。こういうの確かめておかないとね、今後テンションにも影響してくるんでね、分かってよかったかなと思います。スピードにわざわざ振るぐらいなら瞬発とかに振っといた方がいいのかな、実際は。というのも実際の試合でですね、飛び出す距離ってもっと短いので、ペナルティエリア内とかそんぐらい短いことがあるので、そう考えるとね、それぐらいのがいいかな。でね、結果的に言うとノイアーとかがこれだったら結構面白かったなっていうのは個人的には思っております。正直ね、これぐらいの差だったらね、場合によっては全然ノイアーの方が早く相手にたどり着くこと多いのかなと思いましたね。詳しくはですね、このノイアーの検証を見ていただければなと思いますけど、敵陣とかのボールの位置によってはかなりノイアー前に出てますからね。なのでいくらスピード速いと言ってもね、こういう AI のこのアドバンテージがね、そもそもちょっと大きいから、ちょっと残念な感じはしております。あとは操作の部分はもう実際大きいかな。いかに早く飛び出す判断をするかっていう、指示出せるかっていうことが大事なのかなとは思いましたね。というところで、この辺は参考にしてみてください。よかったら高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで、ここからね、雑談になっていきます。今回ね、ゴールキーパーのスピードについてやっていきました。スピードは分かったんですけど、副産物的にね、いろいろ分かったのは非常に良かったのかなと思っております。あとはどうなんだろうね、矢印出てから動き出しに差があるのはちょっとね、あんまゲーム的にはね、ちょっと直してほしいなという感じはしますよね。ただね、それ自体は分かっておくこと自体は大切なのかなと思いました。なんで遅いんだろうとか、スピードは遅くなってないんだけど、動き出しが遅くなることがあるんだなとかは、知っておくって大事じゃない？オンラインでも結構ストレス溜まるからさ。結構メンタルゲーな部分ありますから、そういうのがあれば、そういう仕様があるんだなっていうのを知っておけばね、それだけでだいぶ違うかなと思いますね。あとはさっき最後も言いましたけど、この判断力、決断力って大事かなと思います。ゴールキーパーにとってね、結構スピードもそうなんだけど、その判断をするっていうのが結構大事だと思うので、その辺はね、皆さんの PS に委ねられてるところになりますから、上手い人ってやっぱここが上手いと速いと思うのでね、そういったところを僕も頑張って今後ね、つけていきたいなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かったら、参考になったら面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ということで今日はですね、スピードについてやってきました。まあ変な展開になりましたけど、一つ分かってよかったかなと思います。ちょっと決断力がやっぱ大事だよね。人生においても養っていきたいなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。